どうも、EB です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回は私のラテアートの練習状況についてお話ししようと思います。ラテアートはとっても多くの方がチャレンジされていて、すごく上手にラテアートが描ける方もたくさんおられますし、私も含め日々練習されている方も多いと思います。で、私もそうなんですけれども、同じ気持ちの方もきっとおられると思いますが、必死に練習してもなかなか思った通りにはできなくて、多くの方が苦労されていると思っています。私自身も練習中でラテアートを教えられるというレベルにはまだまだ達していないですが、皆さんと同じ練習中の一人として気づきみたいな部分をですね、共有して、同じくラテアートを練習中の方や、これから始めようかなと思っておられる方に向けて参考になる動画となれば嬉しいです。で、今回は5つの観点をお話ししようかなと思います。まず1つ目にですね、お話ししたいこととしましては、使用する環境や使う道具によって細かなやり方が違うということです。これは私も含めてこの後にお話ししていくことにもつながるんですが、私は私の環境でのですね、やり方をお話ししますし、例えばどこかのラテアート教室では、その教室にあるエスプレッソマシンなどの機材を使って説明があると思いますし、他の YouTuber さんでもその場所のその環境下で使用するエスプレッソマシンやスチームの機能や性能などもそれぞれのものを使って説明されていますので、それがですね、ご自身の使用するものと違えば当然やり方が変わってくるということになります。なので、先ほど出てきたラテアート教室で言うとですね、ご自身で使っているマシンや道具で実際に試すことができるかを確認して、なるべく同じ環境下で練習することが上達においては良いんじゃないかなと思っています。もちろんエスプレッソのショットの量や濃度も異なるということもありますし、この動画ではですね、特にスチーム部分で言うと、スチームの強さというのはマシンによって違いますし、例えばスチームの強弱の調整ができるマシンではなおさら変わってきます。スチームのオンとオフ、つまり0か100しかないマシンであれば調整の余地は少なくて、毎回100の力でスチーミングできますので、その強さに合わせたやり方で練習することになりますし、私の ECM と、いうものはですね、このダイヤルで、強さが調整できてしまうというものは、ダイヤルの回し具合でスチームの強弱が変わってしまうので、毎回一定というわけではなくなってしまいます。ただ、いろいろなスチームの動画を見ていますと、スチームのパワーが弱くても時間をかければ質の良いスチームミルクもできますので、スチームの強弱というのは、やりやすさはあるにしても、どちらでもできるのだと思います。で、これはトレードオフの関係で、スチームが強いと勢いがありますので、攪拌の時の回転力が高くなりますが、ミルクの温度が適温のだいたい60度から65度ぐらいになるまでの時間が短くなってしまいます。業務用では時間の短さもアドバンテージですが、家庭用ではその部分の数秒から数十秒の違いはそこまでは大きくないと思います。ということで、一つ目は環境によっていろいろやり方が違います。スチームにかけれる時間もピッチャー内で攪拌時の回転スピードも違えば、スチームノズルの穴の数によって攪拌方向なども違うということになりますので、まずはご自身が使う機材の特徴をしっかり理解することが大事かなと思っております。次に2つ目ですけれども、2つ目はですね、少し前に気づいたというか分かってきたこととして、フォーム、つまり泡はですね、私の場合思っているより少なくて良いということになります。私もいろいろなラテアートの動画を見漁ってきましたが、ラテアートのフォームミルクを作るときによく3ステップのように言われていると思います。1つ目がノズルの差し込みと位置を決めるというもの。2つ目が泡を入れる。3つ目が攪拌という流れです。もう少し細かい解説動画では、ノズルの差し込んだ後、固定する方法であるとか、ノズルを刺す深さ、ミルクの回転がし始めたことを確認してから泡を入れるなどの細かなステップがある場合もありますが、大きくは同じです。ノズルを入れて、泡を入れてから攪拌させる。たったこの大きく3つのステップですら私は毎回正確にできません。で、私の間違いは、ステップ2の泡を入れるという部分で、どうしても泡を入れすぎてもったりとした
フォームになるということが長らく続いておりました。私の場合は泡を入れるということを忠実に入れすぎてしまっていて、うまく調整ができていなかったという事実があります。もし私とは逆で泡入れが少なすぎるという方もおられると思いますが、どちらの場合でも適正量に調整するということが最も大事になります。で、この適正量に調整するというのがものすごく難しい技術になります。まずは自分が思っている先入観を取っ払うために、自分が思っているよりも泡を多めと泡を少なめの両方をですね、少し極端気味に行ってみるといいかもしれません。私の場合は思っているより泡入れを少なめにすることで、もたっとしづらくなり、少しサラサラに近づいたことで、ラテアートの線が出やすくなった実感があります。3つ目はですね、1つ目、2つ目にも関連し、滑らかでシルキーで最高のフォームミルクを作る技術力が一番大事だと感じています。ここで一つ実体験したエピソードをお話ししたいと思います。少し前にコーヒーのイベントがありまして、エスプレッソやカフェラテを入れてもらえる機会があり、私は欲張りなので何度かおかわりをしに行きましたと。で、その際ですね、私もエスプレッソが好きなことやラテアートを練習中であることを伝えると、そのイベントの方のご好意で一緒にラテアートを作るのを見せていただき、なんなら私にミルクピッチャーを持たせていただいて、そのプロの方に手を支えていただきながらフォームミルクを作るというところまでしていただきました。で、その時に分かったんですが、そのプロの方は片手で私の持つミルクピッチャーを支えながら、かつ他のですね、別のお客様の接客もしながら、言葉は悪いですが、本当に片手間でですね、支えながら綺麗なラテアートが描けるツヤツヤなフォームミルクを作ったんです。これがまさに技術力と慣れの力だと実感をしました。私がどれだけ慎重に両手でスチームノズルの角度や差し込む位置を調整し、準備を整えてもうまくいかないのに、その方は私の持つミルクピッチャーを片手で支えるだけで綺麗なフォームミルクを作ることができているんです。私とそのプロの方の違いはですね、一体何かというのを考えました。その答えが技術力なのだというふうに考えました。で、技術力とは何かというとですね、具体的にはミルクピッチャーに対して最適なノズルの位置と角度が保てることというポイントにたどり着きました。で、そのベストな位置と角度が保てる技術力を身につけるためには、有益な情報と愚直な研究、そして何より練習量が大事だと思っています。もう一つその同じイベントでエピソードがありまして、私が自宅で毎日ラテアートの練習をするときは、自分と家族の分を作るぐらいなので、1回に2、3倍程度で、1回1回ピッチャーも洗ったり、冷蔵庫から取り出したミルクを使ったりしています。ところが、そのイベント会場ではもう何十杯、もしかしたら3桁を超える量をですね、作られていました。で、スチームをさせてもらった時に気づいたんですが、スチームノズルもミルクがですね、焦げ付きまでとはいかないですが、ノズルにミルクが少し固まっていました。こういう部分ですね。しかもですね、ミルクも常温に近い温度のミルクを使い、ミルクピッチャーもですね、連続で使い回しますので、前回のスチームのミルクが付着している状態でした。このイベントではこの状況も仕方ないのだと思いますが、私が着目したのは、完全に状況が整っていなくても、これも技術力があればカバーできるんだなということになります。初心者の私は、スチームでミルクの温度が上がるまでになるべく時間を稼ぐために、冷蔵庫で冷やしたミルクを使わなければとか、時にはミルクを入れてピッチャーごとですね、数分間冷凍庫に入れていた時もありましたし、ミルクピッチャーにミルクが付着していると、攪拌する時の回転力不足になるんじゃないかとか、本当に細かいことに目を向けがちだったんです。片手で支えられながら完璧なスチームミルクを作れるプロの技を見て、そんな小さなことではないんだと衝撃を受けました。ということで、3つ目としては当たり前なんですが、ラテアートにおいては、まずはスチームミルクを作れる技術力が大事だというお話になります。はい。続いて4つ目はですね、練習量による慣れと使っている環境の特性を理解すること
愚直な練習が必要ですが、使用している環境の特性を踏まえた反復練習が必要です。例えば、スチームノズルのチップの穴の数とか、スチームの強さを調整するタイプなら、どれぐらい回したらどれぐらいの強さになるのか、とかですね、ミルクピッチャーのサイズであるとか、ノズルの当てる場所や深さを調整を検証して、どういうパターンなら成功するのかというのを見つけていくことになります。逆に言うと、私はこのどのパターンなら成功するのかというのを見つけておらず、見つけるまでの練習量が足りていないということだと思っています。で、この時にですね、どうやればうまくいくのかという有益な情報が大事になってきますが、この動画も含めてですね、YouTube での解説では、その環境下での説明となりまして、練習されている方の環境とは異なってくるという一つ目のお話ししたこととループしてきます。ここで今私が取り組んでいる3つのポイントについて正解かどうかはわからないですが、ラテアートを練習されている方の参考となればと思い共有します。まずその1です。ノズルの向きについて、まっすぐですね、引っ張り出してくるんではなくて、ほんの少し回転をイメージして傾けるということになります。これはちょっと実際にですね、見ていただきたいと思います。こちらにノズルがありますが、一般的によく言われているのは、このようにノズルがあったとして、まっすぐですね。よくあるのはまっすぐ引っ張ってくるというところになるんですが、私の環境下ではこちらがですね、ものすごく熱くなりますので、ちょっと離したいということで、こちらの方にですね、引っ張ってきておりました。で、一番目いっぱい引っ張ったところがここになります。で、結構多いのがですね、まっすぐノズルを引っ張ってきますけれども、これだとですね、スチームが出る角度がですね、ミルクを回すのに最適ではない気がして、最近少しだけですね、角度をつけていますということで、今ですね、このように引っ張ってきたんですけれども、この角度をですね、ちょっと映像だと分かりにくいと思いますが、こういう、分かりますかね。元がこうだったのを、こっちに押して、これをこっちに押して、横に寝かすというか、こうすることで何が起きるかというと、元々の状態だと、スチームノズルはこのままこの下に行くんですけれども、この角度をちょっとつけることによって、こっちに行くんですね。なので、イメージ的にはですけれども、ちょっとわかりやすく言うと、ピッチャーにまっすぐに行くというよりも、斜めに行って、この中で回しやすくしたいっていう思いがあります。なので、元々の状態だと、角度をつけてですね、回転させられるんだと思うんですけれども、これを、この通りに来るところをちょっと角度をつけて倒して、で、ここが斜めにですね、回りやすくするというのをちょっと意識しているのが最近の一つ目のポイントになります。続いて二つ目のポイントですけれども、今までですね、ノズルというのところを目いっぱい引き出していました。今、この私の環境では一番引き出したのがこの状態です。これ以上はもう引き出せません。で、ここに目いっぱい引っ張った状態で、ピッチャーをですね、当てて、で、自分側の方にですね、引っ張っていました。こうすることでもこれ以上もうノズルは動きませんので固定できているというふうになっております。で、すべてですね、引き出した方がこれ以上ですね、手前には動きませんので、ノズルを固定できるということになっていたんですが、しかしですね、私の ECM ではですね、この目いっぱい、引き出した、時のですね、角度ですね、この角度がですね、ちょっと緩やかになり、なんて言うんでしょう。これだと角度が急というイメージで、これだと緩やかになる。これだと急なイメージで緩やかになるというふうにですね、考えたときに、スチームの強さにもよるんですけれども、このミルクピッチャーからですね、溢れるということがあります。角度が急だと下に行く力が働くんですが、これが緩やかになると、出てきてしまうということがですね、たびたびありました。そこで目いっぱいですね、引き出してからですね、少し戻して、使うということをしております。角度を鋭角というか、下向きにスチームがですね、出るようにした方が現時点ではいいような気がしております。ただしですね、その、引き換えにですね、ノズルの固定力がなくなってしまいます。まだこの動く状態に
なってしまいましたので、ノズルをですね、自分側に引っ張るということが、今まではですね、して固定できていたのが、それがノズルに力を加えられないというふうになっていますので、ちょっとブレやすくなっているということになります。今までは目いっぱい引いて、ここも自分に当てて、で、固定ができていたところを少し角度を戻して、でこの状態でやりますので、引くことができないんですね。この状態でちょっとやっているっていうのを今試しているところになります。こうすることで、この角度がちょっとつくことによって、より下向きの力が働いて溢れることがなくてですね、中でうまく回すことができるようになってきているかなと思っています。これが2つ目ですね。で、続いて3つ目のお話ですけれども、先ほどその2つ目でお話しした内容の続きになるんですが、ミルクピッチャーがですね、ブレてしまうということになりますので、別の方法でミルクピッチャーを固定して、かつですね、細かくミリ単位で動かせるように、ピッチャーの持ち方を変えました。以前はですね、このように一番引っ張って、で、この先端に当ててですね、でこういう形で持っていたんですけれども、これだと、固定はできていたんですが、先ほどの通り溢れてきてしまうということが多くなったので、少し、こちらの方がいいかな、角度を戻して、で、やりますので、ここがちょっと当てれませんと。当てれますけど、引っ張れないということで、結構ブレてきてしまうということになるので、最近はですね、このエスプレッソマシンの台にですね、ちょっと小指を当てて、で、ピッチャーを持ってですね、ここで、この小指の力を使って、この上下のもう本当に細かな単位で、自分の力でですね、この引っ張りとかはなくて、自分の力で細かく上下をですね、変えたりとか、角度を微妙に変えることができるようにですね、ちょっと調整をしました。なので、手はですね、ちょっとチューブラリンというところから下にですね、この小指を置いて、で、ピッチャーを持って、で、細かく両手で調整できるようにしたということになります。ただし、この方法も一つデメリットがありまして、ミルクの温度をですね、今まで手のひらで、測っていたんですが、それができなくなりました。温度はですね、何倍も、作っている中で、自分の中でおおよその基準ができてきて、これ以上やったら熱すぎるカフェラテになってしまうというのを経験しながら、なんとなく分かってきたのかなと思います。ただ、皆さんもですね、経験されているとは思いますが、なるべくですね、攪拌を長く取りたいですので、ギリギリまでやってしまうと、甘みが感じづらい熱々のカフェラテになってしまいますので、温度も気をつけながらやるという形になります。で、少し前からですね、今説明しました3点を含めて、先にお話ししたことをいろいろと実践と実験をすることで、私の場合ですけれども、少しだけフォームミルクの線がですね、細くかけるようになったり、で、飲んでみるとですね、より口当たりの良いミルクになったりと、すごくですね、ゆっくりなんですが、確実に改善はしていっているのかなというふうに思っています。最後、5つ目になります。5つ目はですね、道具にこだわるのではなくて、練習の量と質にこだわった方がいいんじゃないかなと思います。正直この部分のですね、表現が非常に難しいですし、私もですね、こんなに偉そうなことをとても言える立場ではないことはですね、100も承知の上でお話ししますが、私もスチーミングがなかなかうまくいかなくて、道具のせいにして逃げておりました。例えばですね、このピッチャーも4つですね、あります。以前から使っていたピッチャーではなかなかうまくいかなかったので、別のですね、ピッチャーならうまくいくんじゃないかというふうに道具に逃げておりました。確かにですね、やりやすい、やりにくいというのはあるのは間違いないとは思いますが、おそらくプロはですね、どのピッチャーでも最高のスチームができるんだと思います。あとはこのスチームノズルもですね、別に最初からついているものでもいいと思うんですよね。マジックチップにですね、変えたら誰でも簡単に滑らかなフォームミルクが作れるというわけではありません。で、ここでですね、難しい表現になってしまうんですが、ある程度質が担保されたマシンとかスチーマーを使っている必要はあると思います。プロがやってもですね、うまくスチームミルクが作れないもので、いくら頑張っても難しい可能性がありますので、
どのぐらいのレベルというのは、私もですね、この ECM しか知らないのでお伝えができないですけれども、例えば他の YouTuber さんがそのマシンで上手にスチームができているラテアートをやってるというようなですね、指標があると、いいかなと思います。つまり何が言いたいかというとですね、ざっくりな表現になるんですが、ある程度のマシンをすでに使っているのであれば、道具のせいにするんではなくて、もっとですね、練習にフォーカスして練習の量も大事だなと思いますし、一回一回の自分で実験を繰り返しながら、どうやったらうまくいったか、いかなかったかを整理と理解をしてですね、次につなげていった方が大事なのかなと、今はそのような心境になっています。新しく道具を買い足さなくても、今持っている道具たちで極めていくという方法の方が、結局は最短ルートになるのかなと思います。あとは、私のようにですね、我流でやり続けるよりも、良いラテアートの先生に出会えたら、それが一番の近道だと思います。私もエスプレッソの道具系が大好きですので、うまくですね、できるような機能とか、宣伝文句があるとついつい欲しくなってしまいますので、気持ちは十分分かっているんですが、結局はですね、一つ目にもお話しした道具がコロコロと変わると、またその道具に適したやり方を模索していくということになると思いますので、今ある道具で愚直にやり込むのも一つの考え方になると思いました。はい。ということで、今思っている5つのことについてお話をしました。本当に私はとても偉そうなことを言えるほどラテアートは全くうまくはないんですが、何か一つでも同じようにですね、練習中の方の参考になって上達の一コマになれたら嬉しいです。私自身は今回お話ししたことが本当に良いと本心で思っておりますし、この情報が役に立つということを証明するためにも自分自身で実証していきたいと思います。で、今回 Steam にですね、関する内容も多かったため、マジックティップのですね、話も出てきました。マジックティップをですね、使った経過報告の動画もまた作れたらなと思っていますので、気になっている方がおられましたらお待ちいただければと思います。私もまだまだ練習中ですので、一緒に頑張っていけたらと思っております。また、こういった気づきなどがあればですね、どんどん発信していきたいと思います。今回は私のラテアートの練習状況についてということで、練習をしながら、今私がこうした方がいいのかなと思っていることを5つお話しさせていただきました。すでにご紹介したいくつかを実践されている方もおられると思いますし、あまり意識されていなかったという方にとっては、どれか一つでもお試しいただくと上達できるかもしれませんので、気になったポイントがもしあれば、ぜひお試しいただけたらいいんじゃないかなと思います。はい。このチャンネルではエスプレッソを中心にコーヒーに関する動画をアップしています。エスプレッソに関連することや、自宅で焙煎をしている様子などアップしておりますので、コーヒーラバーの方はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。